はい、皆さんこんにちは、ちこです。アシスタントのマニです。今日はですね、塩麹を使ったお漬物をやりたいと思います。こちらが塩麹ですね。はい、こちら塩麹。塩麹っていうのはお米からね麹菌をつけてこう蒸してね発酵させたもの、それが米麹っていうんですけれども、それに塩とお水を入れてある一定の温度に置いて熟成させたものですね。それを塩麹と言います。これを塩代わりにお料理に使うことですごく旨味が足されてですね、とても美味しくなって体にもとてもいいということで、最近自家製の米麹を作ってるんですよ。これはお米からです。そうです。塩麹も手作りで作れるんですけど、それをね麹屋さんからみんな米麹を買って作るっていう感じなんですけど、これは米麹から作ってるんですよ。すごいですね。しかも米麹のお米から作ってるんですよ。すごいですね。これがそこでそこら辺の畑でそこら辺の畑で綾部の、はい、畑でですね、すごい今年作ったお米ですね。初めてですよね、お米作ったの。初めてじゃないんだけどね。はい、塩麹にしましたということで、これを使って、まあね、塩麹を作る時もそのまま塩麹として売ってるものを使ってもらってもいいですし、米麹を麹屋さんから買って塩麹を作ってやってもらってもいいです。はい、ということで、今日お漬物にしようと思うんですけれども、この白菜、ね、冬の白菜とね、きゅうりもまだちょっと取れますから、きゅうりも使って少しだけ、人参も、これは綾部稲で収穫できた人参、なんかすごいもうさっきの部分ないからあれだけど、これ一応人参、はい、これを使って、つけていきたいと思います。はい、はい、お願いします。じゃあ早速やっていきましょう。はい、カットから、カットです。はい、カットです。もうカットからっていうか、もうカットしてつけるで終わりなのでこの工程的に言ったらすごいシンプルでございます。はい。で、きゅうりはね、生で使う場合ってちょっとこのピーラーでこうね、ちょっとラインを入れるんですよ。こんな感じで。なんでラインを入れるんですか？これね、食感がすごく食べやすくなるんですよ。全部皮がついてるよりも、ちょっとここね、3箇所ぐらいかな、間開けてこうピーッと入れておくと口当たりがねすごく良くなるので、こういう状態にしてからカットして使ってます。じゃあちょっとマーにもやってみて。はい、はい、こちらのきゅうりを、ちょっとぎこちないですけどね。きゅうりによってはちょっと皮が硬いものとか、たまにねあったりしますけれども、こういうふうに通常のきゅうりであってもこういうことをねちょっとしておくだけでも味の入り方とか食感が違うので、美味しく食べれます。はい、じゃあこのきゅうりをですね切っていくけれども、もう好みですよね、きゅうりのねきゅうりのねはい、できるだけね無駄がないようにヘタを落として、ちょっと私食感がやっぱりパリッとするぐらいが好きなので、これぐらいにしましょうか。ちょっと太めって感じ。じゃあまねっこして切ってみてください。はい、はい、こんな感じ。ちょっと薄い。ちょっと薄いね。ちょっと薄い。もうちょっと太めで。はい。手順早いですね。日常料理してますからね。そうですね。ちょっとあれですね。じゃあこんな感じで転がってるよ。転がっちゃった。はい、こんな感じで、切ったものをねジップロックに入れて、はい、入れた。最後のワンカット。はい、はい、入れて、はい、こちらを入れます。はい。で入れたら。ね、通常浅漬けとかする時ってここに塩をねこう入れて、作るんですけれども、今回はこの塩麹で旨味アップ、このまま入れちゃいます。もう直で入れちゃいます。これにつけちゃうって感じですね。はい、
塩の代わり数時間で、そうそう数時間ねつけて塩の代わりに使うんですけど、何を落としたかなよいしょ。はい、こんな感じで、はい、これをね入れて、はい、こうやってもみ込む。で、数時間から一晩お好みでつけてもらって、で食べる時にはね麹をこうビリって取ってもいいと思うんですけど、そのまま食べてももちろんめちゃくちゃ健康にいいですし、美味しいのでこれちょっとやってみて。冷蔵でいいのか？冷蔵庫の中に入れて、で一晩からまあ数時間入れて、これがご飯と食べたら絶対美味しいでしょ。美味しい。美味しいですよ。で、まあ麹ってすごい腸内環境を良くしてくれるので、通常の塩でつけるよりも麹でつけた方がすごい腸内環境良くなって、体にもとってもいいっていうことなので、活用ねしやすいですよね。こういう風にするのは。はい。じゃあ、そう。じゃあ続いて白菜をやっていこうと思います。はい。白菜は葉っぱの部分。この葉っぱの部分をこう落として、で芯をこう切っていきます。はい。こういうふうにね、ちょっとこういう三角に、三角になるね。はい。切っておいて、こんな感じですか？そう。はい。で葉っぱの部分ね、この幅を決めて、待ってや。せやな、このぐらいで、はい。でここから縦に切っていきます。はい。これで切ってみて。これぐらいです。はい。これもね好みですから、こうしないといけないってわけじゃないので、やってみてね、好み見つけてください。はい。包丁の音が違いますね。はい。包丁もねこだわると本当に切れ味とかもろもろ違うので。まな板もこれいいまな板？そう。まな板もねこれ木のまな板ですけれども、こう刃がね傷みにくいんですよ。木だと。で葉っぱはこうザクザクっと切っていきます。ちなみにこだわりの包丁なんですか？これはこだわりの包丁です。どんな？じゃじゃん。綺麗だな。はい。こちらはね、包丁のね、研ぎ師の方に仕上げていただいた包丁になります。はい。ね、いい包丁って本当にもうまっすぐなんですよ。こうやってチェックするんですけど、まっすぐなんですよ。研いで。そうです。この研ぎがね、やっぱり上手じゃないとこう曲がっていったりするので、これすごい、これうちのスタッフが研ぎがうまいスタッフが最後チェックして何時間もでもしてくれてます。こうやってますよね。はい、そうね。ちょっとこうね、この切れ味で実は野菜の味ってめっちゃ変わるから、包丁が違うだけでこれ食べ比べしたんですけど、研げてない包丁とこうやって研げてる包丁で野菜を切ってそのまま食べたらもう全然味が違うの。全然違う。もうやっぱザラってするのね、研げてない包丁ってそもそも食感がちょっと雑味が出るというか、でももう研げてる包丁だとスーって切れるから、もうね甘みとか水分の出方が全然違うくて、野菜も喜んでるこんな違うんやっていうぐらい違います。でこういう包丁って使った後すぐね包丁専用のこう布巾用意しておいてピッてやらないとすぐ悪くなっちゃうからね、また錆びてきちゃったりするので、それだけね使い方はいるよねっていうところですね。大事に。あれまだ切れてないよ。早いんですよ店長が。はい。じゃあ芯をね入れていきます。はい。で葉っぱ半分に切って縦半分にして、
でこれぐらいの幅でザクザクザクと切ってください。こんな大きくて、こんな感じで。はいはい、じゃあ入れてしまいます。じゃあ塩麹を、はい、じゃあさっきみたいに、はい、3か入れていくね。はい、これを塩じゃなくてこの塩麹でつけちゃいます。この量だったらスプーン5杯6杯ぐらい。まあ適当やねんけどね、正直なところここ今でも大体これだったら全体にねまぶさるかなっていうことで、スプーンで今5杯4杯入れてるけれども、まあやってみてください。でもみもみ。はい、こんな感じで全体にねこう行き渡ってるか、行き渡ってないなというかちょっと少ないかなって思う場合はちょっと足してもらったらいいと思います。はいはい、じゃあちょっとやってみて。この部分にねたまるから。そうですね。ね、まあねこれ塩麹食べてみて。いただきます。はい。しょっぱい塩ですね。塩代わり。でも塩だけどちょっと最後甘いでしょ。しょっぱいこれね、でも塩麹作る時の塩も5種類ぐらいブレンドして。あ、そうなんですか。この中に塩が5種類入ってるんですか。そうまあいろいろご縁があって、よく使っている塩をブレンドしてやってます。そしたらなんかこうすごく立体的な感じになるので、はい、こんな感じで。じゃあ白菜もできた。あ、人参入れるの忘れてた。人参をここに入れるの忘れてた。その入れますわ。塩はユニアマートとかで。はい、塩はねユニアマートで、はい、うち販売してるので、ユニアマートでよかったら見てみてください。ね、いい塩ってねいっぱい世の中にあるんですよ、いろいろ。でもこう私たちも使っててすごい良かったなっていうものを集めて皆さんにも使っていただけるような形にしております。はい、ちょっとね白菜も足しとくわ。せっかくやし余るから。塩麹も足します。そうやね、ちょっとだけ足すかな。はい。はい。塩麹。はい。どのぐらい入れましょう。2杯分ぐらい足しましょうか。はい。で液体も足しといて。よし、はい。はい。じゃあこれを冷蔵庫に。はい。完成ですか、これじゃあ。はい、これで漬け込みは完成です。あとは待つだけ。ワニあっちだよ。あとは待つだけ。はい。はい。じゃあ冷蔵庫に入入れてきまます。しょう。もう生き方で迷わないオンラインコミュニティユニワ塾。ユニワ流の創始者であるメンター
北極老人の下で活躍する人気講師たちから人生の本質を学ぶことができる。 YouTube では決して語ることのできないよりディープで本質的な情報を毎日配信。好きな時に聞くだけで明るくなれるユニワラジオ。人に優しくなれるようになりました。周りからなんかすごい雰囲気変わったねってすごい言われるようになりました。本当に聞くだけで元気になるなっていう感覚があります。道しるべというか、指針となる場かなと思ってます。自分の物差しになるところがはっきりしたことで楽になったんですね。ここに戻ってくれば大丈夫だなっていう、そう思える場所。詳しくは概要欄のリンクからサイトにアクセス。